すげえ長くはないけどひげがシュインって出てるので、シュインってこれ問題ないでしょうね。カコン全然問題ないです。一番ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い、ケツの座りの悪いと書いて憤りの酒を垂らせばのケツの座りの悪いところではなく、ケツの座りのいいところですね。それが非常に絞られてる。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。さあやってまいりました。レンタルバイク出玉の勝負の時間です。今日はですね、なんとレンタルバイク出玉の勝負史上初2回目の登場のバイクとなっております。マサチャンネルが今一番乗りたいバイク、川崎 Z900RSです。いや実はですね、すごく思い出があるバイクでして、で2018年に8年のブランクがあってクロスカブでリターンしました。で大型バイクって本当にで僕2台しか乗ってないんですよ。でそれがですね GGR1100 と GSF1200 っていう2台なんですけども、それを乗ったのがですね94年に限定解除で大型免許を取って2年乗って2年乗ってなんですよ。だから2000年にはもう乗ってないんですよね。だから最後が1998年とかだと思うんですよ。でそこから確かクロスカブ買って2年目ぐらい乗ったから2019年とかにこれを借りてワンチャン乗れんじゃないかなと思ってこれを借りて乗ったんですね。なので20何年ぶりに乗った大型バイクがこれだったんですよ。でなぜこれを乗ったかっていうとね、今大型バイクって何売れてんのみたいな感じで調べたらこれだったんですよね。だからそこから5年も6年も多分ずっとナンバーワン、売上ナンバーワンをキープしてるバイクがこちら川崎 Z900RS ではないかなと思うんです。でね、やっぱね初見でまあかっこいいわこれ。倒立フォークラジャルマウント、もう最新型、これはね2022年モデルなんでユーロ5に対応しているモデルですね。最新型のエンジン、いやどう考えてもめちゃくちゃかっこいいですよね。もういじくり回したような感じのバイクじゃないですか。もう音がすごい。これ何マフラーこれいいのこれ川崎さん、こんな大きい音出ていいのっていう感じのマフラーでしょ。操作系もめちゃくちゃやっぱ使いやすいし、ただねちょっとね僕的には乗って気になるところも少しあったので、それはですねファーストタッチ総評燃費報告のところでですね皆様にお伝えしたいかなというふうに思うので、概要欄から見ていただけるといいかなと思います。まずはですよ、210何キロあるバイクですから軽くはないです。軽くはないしシート高が800となってます。まあそうだよね、 CB1300 でも790ぐらいなんでちょっと高いんじゃないかなっていうイメージを持たれてる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なので、私がまたがれば分かるんじゃなかろうかなというところでお待たせいたしました。毎度やらせていただきます。全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。マサチャンネル本日のスペックを紹介します。身長164センチ、体重58キロ、
ベスト体重で頑張っております。そしてですね、大きく足つきに影響すると言われております。こちらちょいちー、股下は76.5 センチと同じ身長の人に比べるとちょっと長めとなっております。なので意外とね、マサチャンネル足つきます。ではね、早速またがってみたいと思います。角度変えますかね。ちょっとね、若干角度を変えました。ではですね、早速なんですけどまたがってみます。このまままたがるんですけど、シートズドーンとこう高くなってたりとかしてないので非常にまたがりやすい。それからこう見た感じ非常にですね、ここが削れてます。一番ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い、ケツの座り、そしてね、シートもねこれタックロールなんですけど、割とね座面が広いで、よくね座面っていうとね、ここのシートのここまでを言う人いるんですけど、ここじゃなくてここまでですね。ここが座面ですから、この曲がり始めるところ、そうするとね、まあそんな広くないのかな。この辺はね非常に広いですけどね、足つきがよろしいんじゃないかという予想をしながらまたいでみたいと思います。非常にまたぎやすいです。うるよ、結構 1G でこう見て、 1G で結構沈むね。ってことは思ってるよりも足つきがいいはずですよね。で今先ほど言ったように一番ケツの座りのいいところに座っております。ケツの座りの悪いところではないです。この状態で左足がどういう感じかというと、べったりついてます。かかとべったんベタベタコンです。ではハンドルをまっすぐ起こしてみます。非常に軽いです。これはね、車体が軽いというよりは 1G で沈むことによってスーッと起きる感じがしますね。スーッと。それほどねこの足しなやかですよ。ネイキッドにしてはすごくしなやかだと思います。で起こしたからにはスタンドを払わなきゃいけないので足を踏み替えます。せーの、ひょい。さあもうほぼほぼかかとがついてます。もう一回やります。せーの、しょいん。ただね、かかとはつきますよ。かかとはつきますけど、道路状況ってまあこうなってるじゃないですか。私とかでちょっと低いところにつく可能性もあるので、やっぱりこう通常の、走行時に信号が赤で足をつくってなると、かかとからねこういう感じでかかとからつけるかっていうとそういう感じじゃないですね。やっぱつま先からいきますね。でつま先から着地して、つくんだなっていう感じ。ちょっとずらせばとか言うけどね、ずらしたらそれはつくから、なんでかかとはつくつかないはその時の状況によりだと思いますけど、限りなくかかとに近いところまでつくっていう感じです。ちなみにステップの位置が足を出したど真ん中にあるから、少しちょっと後ろに、ステップの後ろに出したらもうかかとです。だけど瞬間的に信号待ちでパッて出すところってやっぱりステップの真横になるから、ちょっとかかとからつくのは怖いかなっていう感じかな。ではですね、スタンドを払ってみます。スタンドがねすげえ長くはないけど、ひげがシュインって出てるので、シュインってこれ問題ないでしょうね。カコン、全然問題ないです。で出す時もシフトレバーとステップの間にちょっと短い中にもひげがシュインって出てるので、出すのも問題ないでしょうね。しかも軽いですね。ではですね、両足いってみます。シャン。両足つくってことはねあんまないんですけど、コンビニとかでね止める時にこうパタ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 みたいな時もできたらいいですよね。どうでしょう。さすがにねかかとまではいかないですね。母子球ですね。力が入るところで踏ん張れます。全く怖くないですね。これぞ安心でしょうね。出ました。
安心の塊です。安心かまたり。そしてこの軽さよ。この軽さ。びっくりするよね。低重心なんでしょうね。ではですね、ポジションを見てみましょう。サイドスタンドの状態で立っています。そして一番ケツの座りのいいところですね。このですね。にまっすぐ座りました。そしてこの状態で地面と背骨が垂直。この状態で手を伸ばします。下ろします。そうすると手とグリップが当たる場所はちょうどこのですね、豆ができるところですね。こちらです。ってことはここから握った時にこんだけほんのりこんだけ前に進みます。ちょっと見てください。背筋まっすぐ、地面と平行じゃない、地面と垂直、伸ばします。ちょうどここです。このまま握るとスッ、こんだけです。こんだけの前傾です。なのでそちらから見てるとほぼほぼ直立にしか見えないと思うんですけど、僕の中ではわからない程度に前に倒れてるよっていう感じです。もちろんここで肘曲げれば前行きますけど、スッと伸ばした一番楽なポジションでこんだけ、これ直立、こんだけ倒れます。5度ぐらいかな、背骨の角度でいうとね。ほとんど見た目は直立なんですけども、自分の中ではほんのり前傾というハンドルが高いです。なので前傾しててもハンドルがねすごい近い感じがしますね。これね、僕が乗ってた CB650R は同じ位置でもハンドルが低いんだな。低いからすごいちょっとこう前傾になってる感があるんですけど、こんだけハンドルがアップハンドルで高いと本当に楽なポジションですね、これは。でね、このシートも非常にね柔らかいんですよ。このタックロールのこのところとかもねすごく柔らかいんですけど、お尻が痛くなるかどうかっていうのはですね、痛くなりづらいだろうとは思うんですけど、ファーストタッチ総評燃費報告のところでね、今日200キロぐらい7時間ぐらい乗ってるんで、その中で報告差し上げるんで、概要欄から見ていただけるとありがたいかなと思うんですけど、ではですね、ちょっと前後でやってみますね。ここね芝生があるんで割と重たいと思うんですよね。よいしょ。あ、なるほどなるほど。これねやるときは必ずシートにお尻をつけてやりましょう。シートが割と低いけどお尻の角には当たるね、ちゃんと。ああ、なるほど。これね下が芝生なのもあるけど大丈夫よ、全然大丈夫だけど、やっぱりね200キロ以上あるから軽くはないよ。軽くはない軽くはない。一回止まっちゃってこっから動かすのが、動いちゃえば軽いけど動かすまでが、完全に止まった状態で動かすまでがよいしょっていう感じですね。動いちまえば大丈夫ですね。でバックに関してはバイクとこう正対してちょっと離れて、でハンドルをしっかり握って、ここですね、このシートのこの辺を押してこうバックするっていうやり方もあります。こっちの方が安心ですっていう人もいると思います。おお。ただやっぱり何かがあった時にもうどうにもなんなくなっちゃうから、やっぱ僕はくっつけといた方が、本当ね細かいところやるときはくっつけといた方が安心かなとは思うんですけどね。もうこういう方が機動力が高いかな。ね、こうスーッといけるもんね。本当動かなくなっちゃったらこうやってやるしかないよね。じゃあハンドルを右に切って、これねハンドル切れ角すごくあるんで小回りは効くと思いますよ。で押してみます。いやちょっと待って、引っかかってるぞ。よし、やっぱりこれは腰をくっつけておきたい。一度転がり始めてしまえば全然問題ないです。でバックも長い距離行くときはこういう方がやりやすいかな。こういう感じでね、
そう、こうやってなんかちょっとこういうところにはまっちゃうと、やっぱ初期が動かないね。もうこういうとこあんまないよね。アスファルトだからね。影が見えてると思いますけど、普通はアスファルトで取り回しすると思うので、こうボコボコはしてないと思うので問題ないと思いますよ。ただ一応ね、僕も男の子ですから、いやわかんないですよ。女の人よりも力ない場合もありますけど、一般的に男の子なんで、女性の方よりは多少力がある可能性が高い。わかんないですよ。わかんないですけど、なので僕の力でも取り回せるので、女性でもあんまりねこう取り回すのとすごいこう傾いたりとかしなければ取り回せると思います。バランスがいいんで、なんとなく軽い感じはするけど、明確にこういうね芝生みたいのがあるとやっぱり重たいのと、取り回しはそれを証拠にちょっと一回やってみるけど、ちょっと倒してどこら辺まで耐えれるか。これ掴むとこがないんだよな。タンデムステップのところ、どこ使えばいい？このフレームのとこ掴むしかないかな。このフレームしかないか。多分ね、あんまり傾けられないと思う。いや怖いいや無理だねこれ。めちゃくちゃ重いよ。もちろん膝でこう粘ったりとかね、こう膝でこう粘ったりとかすればいけそうだけど、危ねこれ危ないよ。やっぱね、通常にこうパワーで倒そうと思ったら持つところがないからなんとも怖いんだけど、いやーちょっと待ってね、分かったなんで軽くはないです。軽くはないと思ってください。ただ平らなら初期だけ動いちゃえばそこそこね取り回せるんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、川崎 Z900RS 足つきポジション取り回しチェックいかがだったでしょうか。私の身長164センチで非力です。なので女性の方でもね参考になるレビューではないかなと思います。そしてですね、何回か言いましたけども Z900RS に関しての動画ですね、こちら足つきポジション取り回しチェック、それからワインディング、高速道路、そしてですねファーストタッチ総評燃費報告というですね4つの動画から構成されております。概要欄にリンクしてありますが、まだ見れない場合には公開日前なので公開日を待って見ていただけるとありがたいかなと思います。そしてこれが大事なんだ。これがマサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。そしてですね、わずかな広告収入がこういったレンタルバイクを借りるのにですね非常に足しになっております。なのでですね、私のチャンネル、私と同い年ぐらいの40代50代の方たくさん見ております。そして諸先輩方、60代の先輩方たくさん見ております。なのでですね、新規で初めましての方もですね、割と年齢層が高い方が多いんじゃないかなと思うんですが、同年代のですねおっさんを助けると思ってぜひチャンネル登録をお願いいたします。可愛い女の子、可愛い YouTuber ですね、そういった方が映えるのは分かります。見ててニコニコしちゃうのも分かります。私も同じですが、しかしあなたと同い年のおっさんもですね必死に真実を伝えようと頑張っております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではマサチャンネルこれにて失礼いたします。この後チャンネル紹介動画が流れますのでぜひ見てください。それではバイナリー。